ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。 F1 サンパウログランプリスプリント後のアルファタウリ、角田裕樹とダニエル・リカルドのコメントの話題です。角田裕樹が6位入賞を果たし、アルファタウリがスプリントで初めてポイントを獲得した。この結果、アルファタウリはコンストラクターズでアルファロメオを上回り、ウィリアムズとの7位争いに9ポイント差まで迫っている。角田裕樹はスプリントレースで6位に入り、今シーズン最高位を記録した。前日のグランプリでの予選16位からの巻き返しを果たし、大きな一歩と評価。レース中のマシンのペースに満足しており、チームの一体感と努力を称賛した。一方、ダニエル・リカルドはスプリントレース9位に入り、前日の事故のミスを反省しつつ、レースペースには前向きな見方を示した。チーフエンジニアのクラウディオ・バレストリは、予選後の戦略変更が功を奏し、2台とも競争力のあるタイムを出すことができたと述べ、次のグランプリでのポイント獲得への期待を語った。各ドライバーのコメント。角田裕樹、スプリントシュートアウトベストラップ SQ11 分12秒358、 SQ21 分11秒676、 SQ31 分11秒019。 6番手、スプリントレース6位。まずはチームのみんなにおめでとうと言いたい。昨日は僕たちの日ではなかったが、今日はチーム一丸となって大逆転を果たした。昨日のグランプリで予選16番手、今日のスプリントレースで6番手というのは正しい方向への大きな一歩だ。車は運転していて楽しかったが、なぜ昨日と今日でこれほどの差が出たのかを理解しなければならない。ドライビングを改善できる場所もいくつかあったし、 SQ3 での最終ラップはこれまでのベストラップで、スプリントレースではいいポジションからスタートできたと思う。チャンスを最大限に生かして6位でフィニッシュし、これが今シーズンの最高位だ。あと数周あれば前を行くルクレールと5位争いができたかもしれない。今日のレース運びには満足しているし、特にレース中のマシンのペースは力強かった。ダニエルもいいペースだったから、チームの力が大きかった。彼らのハードワークがなければ僕はあの位置にいなかっただろう。明日のレースが楽しみだ。今はいいリズムで走れているので、それをベースにして明日に向けてさらにパフォーマンスを上げていきたい。後方スタートだから簡単ではないけれど、僕たちの車がいいことは分かっているから、できるだけオーバーテイクしてポイントも狙えるようにする。ダニエル・リカルド、スプリントシュートアウトベストラップ SQ11 分12秒175、 SQ21 分11秒423、 SQ31 分11秒122。 8番手、スプリントレース9位。今日はかなりフィーリングが良くなった。振り返ってみると、昨日の予選ラップはほとんど僕のミスだった。ミディアムタイヤの時、特に SQ2 ではとても調子が良かった。ソフトコンパウンドでは昨日ほどではなかったけれど、ターン1とターン2で再び苦戦し、最終ラップは少しがっかりした。チームとしては6位と8位は良い結果だと思う。スプリントレースは退屈ではなかった。一方ではバトルに参加できてよかったし、楽しかった。今朝2台がトップ8に入ったように、僕らには間違いなくポイントを獲得するペースがあった。ターン1で僕がカルロスをパスするたびに、彼はその後に DRS を使って僕をオーバーテイクしてきた。ターン8で僕をパスしたオスカーにドアを開けてしまった自分にも不満がある。戦略的には明日はもっといい動きができるはずだ。アスファルトの影響もあってか、
レースを通していくつかのことが変化したが、レース中盤に自分のドライビングスタイルを適応させることができたのは良かったと思う。実際最後の 2,3 周でカルロスを大きく上回ることができた。残念ながらチェッカーフラッグが振られた時にはまだコンマ数秒の差があった。ポジティブに考えれば車が前進しているのを見るのはエキサイティングなことだと思う。レース中に学んだこともいくつかあるので、明日に向けてポケットにしまっておく。リプレイを見ながらオーバーテイクの計画をどう立てればいいかを考えていく。クラウディオ・バレストリチーフエンジニア、車両性能担当。昨日の予選は残念な結果に終わったが、今日は我々のパッケージから最大限のものを引き出そうとした。今朝の SQ1 では2周のタイム計測を行い SQ2 に進むことができた。とても簡単なことではなかったが、オコンとアロンソの接触で赤旗が出る前にラップタイムを出せたのはラッキーだった。シュートアウトの第2パートはほとんどのトップチームが青信号でスタートした。この作戦が功を奏し、2台とも SQ3 に進出することができた。 SQ3 ではドライバー2人ともニュータイヤを履いていたので、他のトップ10台に比べて少し有利だった。ユウキが6番手、ダニエルが8番手で競争力のあるラップタイムを記録した。この好結果はスプリントレースでポイントを獲得するためのいいポジションにつけてくれた。残念ながらそれは1台だけだった。他のトップ10台が中古のソフトコンパウンドタイヤでスタートしたのに比べ、僕たちは新しいソフトコンパウンドタイヤでスプリントレースをスタートすることにした。1周目に2台とも1つポジションを落としたものの、レース中2人のドライバーは競争力のあるペースを見せ、前を行く2台のフェラーリにプレッシャーをかけた。レース終盤、ユウキはタイヤに苦しんでいたハミルトンをオーバーテイクし、さらにポジションを上げた。スプリントを終えてユウキは6位、ダニエルは9位とポイント圏外に終わった。残念だけどグランプリでポイントを獲得できるかどうかが楽しみだ。スタート位置は素晴らしいとは言えないが、今日のペースは明日のポイント獲得に十分期待できるものだった。 F1 サンパウログランプリ、スプリント後のアルファタウリ、角田裕樹とダニエル・リカルドのコメントの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。